自分の写真の原点はもともとは僕デザインの素材として写真を始めているので、加工ありきの写真が結構ベースだったんですね。岩合光明さんの写真に出会って、今まではその写真を素材として見ていた時期がすごく長かったんですけど、写真1枚でこんなにもその世界観を広げれるというか、自分を表現できるものなんだなと、そこで感銘を受けてですね、写真だけで完結できるものっていうのにちょっと切り替わりました。作家としてあと商業カメラマンとしてどういうものを撮ってるかっていうと、作家としては風景がすごく多いんですね。気づけば周りが風景写真家の木村さんって紹介してくれるようになったので、今は風景写真家としてちょっと活動させてもらうことがすごく増えてます。自分がやっぱりワクワクする写真っていうのは、自分が意図してなかった瞬間が撮れた瞬間ですね。結構同じ場所何回も通って撮ることが好きで、行くたんびに新しい出会いがあるので、なので例えば春が名所のところだったらあえて冬に行ってみようとか、みんなが行ってない時に行ってどういった顔をしているのか、そういったのを想像しながらやっぱり現地に行くのが楽しいですね。カメラの使い分けなんですけど、今メインで使ってるのが、このオリンパスの OMD っていうのと、ソニーの α シリーズで、あとペンタックスは今 K3M3 という新商品、これ一番メインで使ってます。で、僕の場合は商業写真も撮影していて、その作家活動半分商業写真半分ということでちょうどバランスよく撮れてるんですけど、やっぱり商業写真の時って画素数だったりとか、あと確実に収めなければいけないっていう、クライアントさんがこういうものを撮ってくださいっていったものを形にするっていうのが仕事なので、もう必ず撮れる機材っていうのはやっぱり重要なんですね。例えばソニーの α シリーズの場合だと、高画素機っていうのもあるので、かなり助けていただいてます。やっぱり動画なんかも最近はスチルと並行して撮ることが多いので、やっぱり写真を撮りながらそのままムービーの撮影にすんなり移行できるっていうのは、このソニーの α シリーズのいいところなので、一眼レフともちろん違うので、やっぱりこれはこれで新しい表現方法だったりとか、撮影が楽になったっていうのは正直なところです。作品撮りのメインでよく使っているのがオリンパスの OMD シリーズってやつですね。で、特に僕が好きなのはこの OMD の EM5M3、ものすごいちっちゃいんですね。小型軽量の機材ですごい助けられるんですね。風景写真撮る上ではかなりメリットがあるので使っています。ミラーレスのラインナップとは別に一眼レフでラインナップで揃えているのはこのペンタックスの K シリーズが多いです。で、特に最近出たこの K3M3 っていうのはフルサイズではなくて APS-C のカメラなんですけど、僕の場合は結構そのパンフォーカスで撮影することすごく好きなので、先ほど紹介した OMD シリーズっていうのもセンサーが小さいのでパンフォーカスの撮影すごく楽なんですね。特にこの K3M3 なんかはその防塵防滴なんかも優れているので、川で撮影したり滝の撮影したりする時も撮影に夢中になっていくとついつい近づいていっちゃうんですね、滝の方とかにも。で、気づいたら結構びしょびしょってシーンもあるんですけど、結構過酷なシーンでも安定して撮影ができるっていうのはこのペンタックスの K シリーズの僕は魅力の一つだと思っています。ペンタックスの K3M3 なんですけど、このボディが出てきた時ライブビューとかもすごい実は進化しているんですけど、あえてそこを全く歌っていなくて、でしかもライブビューって言ったら可動式が最大の売りなんですね。結構ミラーレスとか使う時にそのメリットに感じている、自分の目と切り離して撮影できるっていうのがこのライブビューの最大のメリットなんですけど、あえて可動式ではないっていうことは、これはファインダーを除いて撮ってくださいっていうペンタックスのそういう強い意志というか、そういうものをすごい感じるんですね。なのでもちろんライブビューもあるとすごい便利なんですけど、やっぱり K3M3 を使う意味っていうのを考えた時、ペンタックスのその意思表明というか、今後も一眼レフに力を入れていきます、やっぱりお客さんを裏切りませんっていうような強い意志を僕は感じ取りました。なので K3M3 使う時はやっぱりライブビュー撮影も使う時もちろんあるんですね。なんですけど、やっぱり最大の魅力っていうのは光学ファインダーを使って撮影するっていうので、やっぱりそういう意味もあってミラーレスとは別に僕は手元でラインナップとして迎え入れてるのは、そこがやっぱり一番大きいところですね。この一眼レフ、やっぱりその実際に光を見て撮影するっていうことは、やっぱりその自分の目で見たものをカメラを通して見るっていうのがやっぱり最大のメリットで楽しみなんですけど、このカメラだから撮れるっていうような各それぞれの役割ってやっぱあると思っていて、後々の作品を仕上げる上でかなり差が出てくるんですね。そのミラーレスの完成された光映像を見て最終的に色現像するのか、
やっぱり実際の生の光、本当に自分の目で見たイコールの景色を見ながら撮影をして最終的に仕上げる。その時点でかなり作品のフィニッシュがかなり大きく変わってくるので、ファインダーを乗せて撮るのが一つ楽しくて持ち出すので、言ってしまったら何でも撮れるかって言ったら何でも撮れないんです。あえて制限がある中で生み出される作品っていうのは、自分の思ってもみなかった一枚と出会うきっかけにもつながるんですね。なので僕が一つ写真で大事に思っている偶然性、それを最大限に引き出そうと思うと一眼レフの方が実は優れていて、逆にミラーレスの場合は必ず自分のこういうイメージを撮りたいと思った時に使うっていうのが基準になってますね。広告写真のカメラマンとして最初スタートした時は忠実性をすごく求められる仕事だったです。でもやっぱりそう忠実な写真を撮っていく上で、自分の撮ってる写真と他の人が撮ってる写真の違いって何だろうと思った時に、その自分が作家として撮る写真にはやっぱり自分らしさっていうのをどっかエッセンスとして入れたい。一つは忠実な写真ももちろん撮りつつ、その中で自分の中ではこういった写真も撮ってみたいんだっていう、要は自分の中で一つ息抜きのような場所だったんですね。そういうふうに自分の中でのその色だったりとかコントラストが強い写真だったりとか、そういったものが自分はやっぱり好きだったので、とことん好きをその写真の中に入れていこうと思って、最終的に今の結果にプロセスに行き着いてはいるんですね。海外の方とも出会いがあって仕事をいただいたことがあって、でなんで僕の写真を見てその仕事をくださったんですかって聞いたら、その日本人の写真っぽくなかったって言ってくれたんです。その写真の中にその木村さんがちゃんと入り込んでるから作家性のある写真だったので、私はあなたを選びましたとこう言ってくれたんです。もともと僕が悩んでいた自分の写真と他人の写真の違いって何だろうっていったところが、そこで初めて一つ答えが見えた気がして、本来写真ってすごく自由なものなのに、ついついちょっと枠の中にこう当てはめすぎちゃってるところがあるので、そのどういった写真が正解なんだろうって迷った時は、まず自分は何が好きなのかをまず基本に帰った方が僕はいいと思っています。例えば派手な写真が好きだったら派手な写真全然ありだと思いますし、モノクロが好きな人だったらどんどんモノクロ追求してもいいと思います。一通りは僕経験してほしいと思うんです。その中で最終的に自分はこれだなっていうのを見出せると一番僕幸せな答えじゃないかなと思っています。何でもカメラってそのシャッターを押せば撮れるっていうのは基本的なところで、その中でもやっぱり自分が撮ってて楽しいカメラをまず使う、それと出会うっていうのが一番大切なところなんですね。僕がよくメインで使ってるこのペンタックスの K3M3、これもじゃあ撮影していてすごい楽しいカメラなんですけど、じゃあ100点満点のカメラですかって聞かれたら全然100点満点じゃ正直ないんです。足りない部分もすごくあります。逆に言うと突出した部分ももちろんあるわけで、やっぱりその自分が使いたいな撮りたいなって思ったものと、そのカメラが持ってる自分ここすごい得意なんですよってこう訴えかけてる部分、それがイコールになった瞬間ってものすごいいい映画ってやっぱ撮れるんです。僕はその他の一眼レフとそのペンタックスの一眼レフ、大きな違い感じているところはファインダーのその見え具合がすごく僕いいと思ったんですね。スタジオ時代にその中盤のフィルムカメラを使って撮影することもあったんですけど、やっぱり中盤のフィルムカメラを使って楽しい一つの要因はめちゃくちゃファインダーが見やすいんです。やっぱりそういったマニュアルフォーカスの楽しみってすごくあったんですね。あの時のそのピントが徐々にこう合っていく快感みたいなのがあって、それを KP のファインダーを覗いた時にもう一回それが蘇ってきたんですね。ピントが自分の意思で合わせられるってこんな楽しかったっけって思って、一眼レフとしては当たり前のことがちゃんとできている唯一のカメラだなと思ったんですね。なので選択肢ってすごいもう無限のように今あるんですよ。毎年のように新しいカメラも出てますし、逆に一眼以外にもコンパクトカメラもあったりしますし、言ってしまったらスマートフォンもカメラなので、撮りたい使いたいっていうカメラと出会えるかどうかっていうのがその自分の中の写真生活を豊かにする一つのキーポイントになると僕は思っています。ぜひこれからやっぱり自分は作家として写真を撮っていきたいんだっていう人にはどんどんやっぱり写真を楽しんでもらいたいなと思っています。